納得しかない。やっていいいたずらなんかないんやで。あるのは、許してもらえるいたずらか、許してもらえないいたずらなんや。令和のダラさんのこれ。聞きようによっては間違っていないこともおっしゃっていましたが、どの立場で物を言っているのだということです。なのでお互いの立場は考慮しましょう。詐欺もこれで警戒できる。だから人間も動物も同じなわけ。都合のいいように期待してると心に傷を受けるってこと。動物に都合のいい夢を見てはいけません。今でも、動物は純粋とか、遊びで同族を殺したり手加減できないのは人間だけ、みたいな考え方が一定数いるからな。信頼するということは裏切られてもええ、ということだす。騙されて本望、と思うとこまで惚れきる。信じてたのに裏切られるんじゃなくて裏切られてもいいから信じる。こういうセリフが出るから今でも人気なんだよな。熟考の末に出した結論は大したものでなくても本人にとっては格別でもうそれ以外で勝負する気にはなれない。疑い続けなければならないのがギャンブルなのにそれに固執する。みたいな利根川先生のセリフはある意味真理。確かに難問を前に自分で導き出した答えの価値は凄まじいんだよな。じゃりんこちえの、最後まで話聞いてください。最後から言え。は重要な部分から先に話す方がいいという意味で戒めになった。昔の車は楽しかったですよ。昔の車が楽しかったのではなく、その時の自分が楽しかったからだと思いますよ。車は変わらず楽しいと思います。車だけじゃなくいろんなことに当てはまるというか身につまされる。アズマンが大王の勉強なんて社会に出ても役に立たないんでしょに対する。それが勉強ってもんなんだよ。役に立つ知識が欲しいならばあちゃんから知恵袋でも聞け。確かに勉強って役に立つのを実感すること少ないからね。結果が全てじゃないよ。ただ、きっと、結果が全てと信じて努力した過程が全てだ。結果が全てじゃないかどうかは結果のために全てを尽くさなければわからない。この世の中にまず失敗なんてねえんだよ。誰よりも勝ち方を知ってるやつは誰よりもミスを経験したやつだ。失敗から成長した人間は強い。いじめの原因は 100% いじめる側にある。じゃあそこで不快に思ってしまったやつはどうすればいい？ストレスを抱えて我慢する日々を送ればいいのか？ストレスを抱えて我慢すればいい。それができないなら学校に来る資格はない。その通りだと思う。人をいじめることでストレス解消しなきゃいられないようなやつは教育の場に来るな。そういう連中はなぜか自分の命や生活を支えてくれる名もなき労力には全く価値を感じていない。むしろその労力を安く買い叩くことに価値を感じている。私はいつも思う。こいつら金を加えながら死にたいのかと。なくなると困るものや人材なのにそれを軽視するのは本当にアホだと思う。奇跡などこの世にない。貴様の努力の結果があるだけだ。わしは部下を褒めるのが上手な魔王様の名言に弱いぞ。他人の答えを集めたところで己の経験にはならない。六郎がその何かを探している間にも競争相手はごく普通の鍛錬を積んでいる。自分を急激に成長させてくれる何かなんて都合の良いもんはないんだよな。誰と食ってもまずいものはまずいし、一人で食ってもうまいものはうまい。何の漫画だったかすら覚えてないが美味しいと楽しいは別物なんだよなって再認識した。未知の事象に対して人は最悪の事態を望む。竜と勇者と配達人より。防衛本能ってやつだよね。順位じゃなくて、票数です。人気低迷打ち切り決定で意気消沈して自分の漫画を、アンケート再開のこんな漫画、と卑下する漫画家へのセリフ。俺はゼロ票なんて聞いたことがない。あんたの作品を人気作がいくつもある紙面の中から、面白いって選んでくれた読者が一人でもいるのなら、これは作者が打ち切り作家だからこそ書ける素で説得力のシーンだと思った。いずれ海外に行くんだ。逆に勉強しない方が意味わかんなくねえ。海外で失敗した選手のインタビューで言葉の壁とか言ってんの、あれ無視ず走るよな。サッカーの練習だけ頑張ってサッカーに人生かけた気になってんだから。最近この画像を X で見かけて読むようになった。これに限らず納得する場面かなりあったわ。力には力だ。話し合おうと思っても天井人と釣り合うだけこっちも強くしないと相手にされないだろう。話し合いするには対等な力がないと話し合いの場にも立てない。税金をしこたま納めればね。国は何にも言わないんだよ。ポイントはしこたまってとこだね。戦争とは筆境。やったことがないクズにの未完備なものね。戦争に幻想持っちゃダメよね。全然。イジホのコーヒーバッグでもいいくらいこだわりはない。でも、信じてもらえるかわからんが、そんなんでも本当にわし、心からコーヒーは好きなんだ。
それだけは事実なんだ。こだわりや知識がなくても好きなものは好きなんだよな。好きっていう割に私が知ってることすら知らなかったら薄っぺらいとは思うけど、悪魔のような真逆の発言だけど言ってることはこれはこれで納得もできるという。この後の下手に言うと後から大木戸博士みたいに責められるだろみたいなセリフもわかるんだわ。見えないところで友人のことをよく言ってる人こそ信頼できる。ポルポが引用した学者の言葉。人生を楽しむコツは無駄を楽しめるかどうかだ。無駄な時間、無駄な努力、無駄な散財。それを省くということは究極的にはただ呼吸と食事と睡眠だけする装置となり果てることだ。無駄を楽しめ。俺はまだこの中の一つも手に入れてない。だが別に急いでいない。道中を楽しんでる最中だ。道草を楽しめ、大いにな。ジンのセリフを思い出した。昔から思ってたこと。なんでそれが冗談や行為なら許されるのだろう。ねえ、私の気持ちは冗談のつもりだったとか悪気はなかったなんてされた側にとっては何の関係もないことだよね。挨拶は10円の投資だ。挨拶して万が一しかとされたら傷つくわな。当然人間だもの。でもちょっとだ、10円落としたくらいの痛みだって挨拶しかとて向こうがやべえやつなだけだろそれ。この後に続く投資の話も面白いんだけど、それより何よりここの挨拶も返さないやつはやべえにまず納得がいきすぎた。勝負事で本当に楽しむためには強さがいる。配給のセリフ、ガチ勢はエンジョイ勢でもあるしエンジョイ勢も別に強くなろうとしてないわけでもない。この厚みをご覧。広いあばら。もともと心臓と肺が大きいぞ。狭いあばら、気をつけて。もともと小さい心臓を筋肉的に鍛えることはできないんだ。出禁のモグラで虚弱体質が鍛えようとした時の事務経営者の言葉。曰く、体格や体質を考えず無茶をする人が必ずいるので事前に説明している、とのこと。いっぱいいるよね、そういう人。君だって初めて動物の手術をした時があっただろう。それを思い出すと余計やってほしくないと思う菱沼であったが口には出せなかった。経験のない医者の手術は嫌だよな。イリュウで近いセリフ見たことあるな。どんな医者にだって最初の一例がある。K2 でも似た話あったな。何の料理漫画だったかな。プロが道具のせいにすんなよって嘲笑してるモブに対して、本当にうまいものを作るために道具の質にこだわるのは当たり前だ。質の違いを肌で感じられる技術がないから、プロが道具を選ぶな、なんて言葉を簡単に口にできるんだ。って発言してたのがすごく心に残った。そりゃそうだ。A5 ランクだの希少部位だの言われると、人が肉に気を使い、気づくと人より肉が主役。それでは我を忘れて肉にがっつくという欲望は満たせない。しかし焼肉屋は違う。人が主、肉が従。従。明文化もされてないルールとかマナーに縛られて勝手に自分が楽しめなくなる必要ないよなって。数学に登場する兄弟はなんで同じ時間に登校しないのを。数学の問題への文句と疑問。確かにってなった。学校に行く時間って兄弟でも結構バラバラですよね。皆さんも漫画を読んでて納得したセリフがありましたらぜひコメントで教えてください。読み返してみたら意外と闇が深い。大人になると気づく漫画キャラの闇をまとめた動画は公開5日目にして視聴満足度がすごい。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。